皆さんこんにちは、こんばんは。私きなこと申します。私はシュウ、木梨氏のシュウだ。はい、今回も PS2 の007ナイトファイアやっていきましょう。はい、はい、今回のミッションは、はい、今回の舞台はミッションエクスチェンジ。舞台は、アルプス地方、つまりヨーロッパ中央部ですね。オーストリアです。はい、はい、どんなステージでしょうか、きなこさん。はい、こんばんは007。こんばんは。アメリカが宇宙兵器プラットフォーム用に設計したミサイル誘導装置が何者かに盗まれた。それが招く大きな危険性を NATO も危惧している。北大西洋条約機構へね。プラットフォームが解析され作り変えられたら地球防衛能力は壊滅的なダメージを受けるわ。事件へ関与していると思われるのがラファエル・ドレイク。環境保護を推進する資本家として有名で、古い原子炉の撤去や核兵器の廃棄処理を行うフェニックス・インターナショナルという会社の経営者。フェニックスの日本支社長アレキサンダー・メイヒューがオーストリアにあるドレイクの城に向かっているという報告が組織に潜入させたエージェントからあった。オーストリアか。はい、どうも誘導装置は今晩開かれるパーティーに持ち込まれるらしいわ。組織にもエージェントが一人潜入してるんですね。はい、今回潜入捜査ですね。はい、来ました。空からドレイクの警備チームはタフで精鋭揃いよ。目には目をという気構えで臨む必要がありそうね。目には目を、歯には歯を。幸運を007。アムラビホーテン。ああ、おります。めちゃくちゃ寒い。はい、エクスチェンジの説明します。アメリカ政府秘密研究施設においてミサイル誘導装置の盗難事件が発生。 MI6 の調査によりラファエル・ドレイクが関係していることが判明しました。アルプス地方にあるドレイクの城で開催される VIP パーティーに誘導装置が持ち込まれるという情報が入っています。パーティーに潜入し奪われた誘導装置の行方を調査してください。はい、ありがとうございます。それではステージ始まったら、サイレンサーを取り付けましょうか。静かに打つためにね。はい、そして階段を降りてドアを出るんだ。そうすると兵士がいるから降伏させるんだ。わかったか。そして気絶させる。向こうにゲートがあるな。その両側に2つ、塔があると思うんだが、今その右側に銃を構えているやつがいる。そいつの頭に合わせてサイレンサー付きで撃つ。塔、左の塔にいる場合もあるから注意しろ。分かったな。そしてこいつだ、こいつの頭に同じようにスコープを合わせて同じように撃つ。これの繰り返しだ。はい、カメラを使うっていうのがポイントですね。そうです。あ、トラックが走ってますけど、これは通り過ぎる。そしてもう一人兵士が歩いているから、そいつの背中に銃を突き立てるんだ。そしてまた殴る。そして後ろを向いてトラックに飛び乗るんだ。あ、トラックに前から飛び乗るのか。そうだ。だからここまである程度素早くする必要があるんだ。はい、手順を頭に入れて素早く。そうだ。ステージの最初だから失敗したりやり直せばいいんだ。はい、そうですね、序盤ですもんね。そして城のゲートに着く。はい、そうすると007ボンドスタイルが成功する。そしたらすぐに後ろに飛び出して、そしてあいつにわざと自分を気づかせるんだ。気づかせる、わざと。はい、そうだ。今、撃ったが、これが難しいと感じる場合は一旦逃げればいい。今はとりあえず戦うぞ。こうやって左右に動きながら、照準は右スティックは動かさずに体だけ左右に動かしながら撃てば簡単なことだ。なるほど、左右に動かすということで当たりにくくなるということね。そうだ。ここは意外と簡単なんだ。でも今のが難しい場合はここまで逃げてきてこのはしごを登る。そうするとアーマーがあるから、なるほど。それを取って、そして遠くから一人ずつ戦えばいい。分かったわ。よし。それにしても寒いな。それにしてもパラシュートで降りてきた時にはどうして気づかなかったんだろうな、あいつらは。本当よね、空から来たっていうのに。間抜きなやつらだ。そしてこの先に一人兵士がいるんだが、どこにいるの？ゆっくり近づいて、もうちょっと先だ。見てみようか。あそこだ。いたわ。そう、頭がギリギリ見えるこの位置。これ以上近づいたら気づかれる。だからこの位置で頭を狙って、そして撃てばいい。
そうすると気づかれずに撃てるんだ。なるほど。考えたわね。そうだ。そしてこのステージにはもう敵がいない。ゆっくりこの007ボーナスをコレクトしていけばいい。集めていけばいい。分かったわ。そして今スタート地点にこれから戻る。スタート地点？そうだ。ここを右へ曲がって、ここだ。この階段を降りたの覚えてるか？この階段を登っていったらそこがスタート地点だ。ここだ。そしてそのスタート地点から右、この壁をジャンプして乗り越える。そしてこの崖伝いに歩くんだ。なんて狭いの。狭いけど大丈夫。気をつければ大丈夫だ。そしてこの坂を下れば落下してダメージを受けることもない。なるほど。そしてここに007ボーナスとアーマーが見えないがアーマーが取れるんだ。さあここでこのステージの007ボーナスは2つとも取った。あとは次のステージに進むだけだ。なるほどね。次のステージへはどうやって移動するの？まあ見てればわかるさ。ところで、さっきボンドスタイルを取ったな。トラックに忍び込んで、そしてわざと気づかせると言ったな。そうね。あれは気づかれなければあのままトラックに乗って城内に潜入するルートになるんだ。まあそれでもいいんだが、今回はこっちから行こう。今ね下に降りたな。下に行ったわね。下に行ったんだよ。そのまままっすぐ進んで、ここもそうなんだが、ジャンプして、高いところに行くのと左下に降りるのと2択あるんだが、下に降りていかないと結局は落下ダメージをちょっと受けることになるから、下に行くんだ。なるほど。まあとにかくそうだな。ここは兵士が2人歩いてるんだが、2人今すれ違うな。すれ違ったら壁に張り付く。そして様子を見る。そうすると1人こう右側に行くんだ。過ぎていったらすぐに通ってここで待つ。窓越しに見つからないように移動すればいいということね。ここで焦っちゃダメだ。そして今のやつが通り過ぎたらそのまま駆け抜ければいい。分かったわ。でさっきの慎重に行かなくちゃいけないわね。そうだ。さっきの話だが、今ボンドスタイル取ったな。今の気づかれずに行けば取れるんだ。さっきのトラックのボンドスタイルだが、あれは結局はだな、なんだ、ボンドスタイルをたくさん取っておけば後半で取り逃しても大丈夫だろ。だからなるべく取っておこうという、そういう趣旨だ。なるほど。取れる時にたくさんポイントを取っておけばいいのね。そうだ。確か別に全部取る必要はないんだが、このステージでは全部取っておこう。何しろ私たちは時間をかけてじっくりと慎重にしなくてはいけないんだからね。そうだ。ところで君は誰だ？私はゾーイか。今回に出てくるゾーイというつもりで喋っているわ。そうだな。ところで今回の黒幕、ラファエル・ドレイク、こいつだな。こいつの説明をしてもらおうか。分かったわ。ラファエル・ドレイク、頭の切れるカリスマビジネスマンよ。産業廃棄物の処理を請け負い、自らが経営するフェニックスインターナショナル社を。ちょっと待ってくれ。ここ始まったらすぐダッシュしてこいつをスタンガンで倒す。すぐに走らなくちゃいけないのね。そうだ。そして殴る。気絶したわ。そうだ。そしてそのまままっすぐ行けば007ボーナスがある。あとは映像を見てくれ。さあごめんなさい、続きをやってくれ。分かったわ。ドレイクは自らが経営するフェニックスインターナショナル社を世界トップのリサイクル企業へと成長させたのよ。しかし MI6 の調査によりリサイクルの名を借りた環境破壊企業としての裏の顔が明らかになりつつあるわ。悪いやつなんだな。そういうことよ。そうだな。すまん。俺はジェームズ・ボンドのことをよく知らないのにこんなことをやっていて本当にファンの方は申し訳ないが、そういう雰囲気で喋っているから、雰囲気だ。みんなよろしくね。申し訳ない。こいつが今ねこうジグザグに往復してるんだが、今背中を向けた。背中を向けているのね。はい。そこでダッシュして駆け寄って銃を突き立てる。そして殴ればいい。もう一人その前のトンネルからやってくるからちょっと戻るんだ。戻って様子を見る。なるほど。さあこの向こうに
まあ、今2階に見えているトンネルの下にもトンネルが見えたな今の、ええそのトンネルの中を往復している兵士がいるんだ。ええ。今やってくるな。あいつが背中を向けたらすぐ駆け寄る。今度はダッシュで行くんだ。遠いからかしら。トンネルの向こうに抜けると兵士がまたあと2人いる。なるほど。そいつらに見つかってしまうんだ。分かった。だからトンネルを抜ける前に追いついて降伏させる。抜ける前なのね。そうだ。倒したわ。倒した。じゃあそうだな、この壁の向こうに兵士が2人いる。そいつの動きを初めてやる場合はまあじっくり観察することだな。今画面のちょうどこの中央奥の方に小さく1人、そして左下に1人。確かに2人小さく見えるわ。あいつらの動きをよく観察するといい。そうするとまあ動きが見えてくる。いつ背中を向けるのかっていうのが重要なのね。その通りだ。そしてもう一人あそこにいるな。どこかしら、遠くて見えないわ。まあ今背中を向けたからそいつに駆け寄ってこいつを倒せばいいんだ。こいつね。そうだ。観念なさい。よし。さあそれでさっきの2人のところに戻るんだが、さっきのトンネルの向こうの2人はえらくゆっくり歩くもんだから今ね別のやつを1人倒しに行ったんだが、ずいぶんのんびりしてるのね。そうなんだ。今近くにいてちょうど背中を向けているからこいつを1人降伏させる。そしてトンネルの向こうに戻ってもう1人を気長に待つとしようか。分かったわ。じゃあそろそろ君の自己紹介をしてくれるかな。そうね。僕はよく知っているんだがゾーイ、自己紹介を頼むよ。お待たせしました。私はゾーイ・ナイトシェイド。私は CIA のエージェントとして任務についているわ。私の運転技術が雪山での危険な仕事を助けてくれるはずよ、ジェームズ・ボンド。運転技術、君は運転が得意なのかい？そうなの。でも今回はある任務について先に潜入しているわ。そうなのか。僕の運転も任せられるかな。そうね。何を言っているのかしら。わからないがジェームズ・ボンドはこういうキャラなんじゃないのかい？ファンの方ごめんなさいよ。007まだなの？もう少しだ。もう少しであいつが背中を向ける。今こちらに向かってきているわね。そうなんだよ。もうすぐだ。落ち着け。よし、今だ。確かに向こう側に遠ざかっていくわ。今背中を向けているのね。そうなんだよ。こんなに足音を立てているのになんでこいつは気づかないのかしら。気が抜けてるんだなきっと。なるほどね。よし。じゃあさっきこの階段の向こうの兵士を一人降伏させたな。ええ。その先の兵士たちを倒しに行こう。分かったわ。ちゃっかりライフル弾を入手したわね。そうだ。この先に兵士がいるんだがこっちの出入り口からだと誰も気づかないんだよ。なんですって。彼らは一体どこを警戒しているの？向こう側にゲートがあるんだがそっちから出ると気づかれる。なるほど。彼らはサーチライトで照らしてる下を警戒してるんだな。なるほどね。とにかくここからさっきの同じやり方だ。カメラで照準を絞ってサイレンサーで撃つ。サイレンサー付きのウォルフラムで撃つ。それだけだ。あと2人いるんだがこいつらも同じ要領だ。まだ気づいていないのね。そうだ。ここはオーストリアということだが彼らは何人なんだろうか。そうね。私はそんなことには興味ないわ。本当か？なんとなくそんな風に言いそうな気がしただけよ。言いそうな。ゾーイという女は言いそうな気はするよな。こいつ近くにいる仲間が倒されたというのになぜ気づかないの？それは分からない。点で違う方向を警戒しているわ。これならゆっくり時間をかけて
始末できそうね。ああ、そうだ。ここにヘリコプターがあるな。このヘリコプターにアーマーが置いてある。なるほど。防具を頂戴すればいいわけね。そうだ。この下がな、さっきサーチライトで照らされてて、光をかいくぐって通った場所だ。あ、ここに出る口があるだろう。この左側、そうそう、ここだ。この下にドアがあるな。あのドアからまあ本来なら出てくるというのがまあ普通の順路だと思うんだが、そこから出るとまあみんなと戦わなきゃいけない。なるほど。だがこっちから出てくれば誰も気づかないわけだ。さすがね、007。ありがとう。よし、そろそろそうだな、007ボーナスを集めに行くか。どこにあるのかしら。酒樽のところさ。その前に城門の近くに兵士が2人いるんだ。こいつらはさすがに近い。1人撃ったら気づかれる。だからライフルで、スナイパーライフルで撃つ。そうすると気づかれたわ。そうだ、気づかれるんだが、それまでにちょっと間があるから体は動かさずに今度は照準だけ動かして今みたいに狙えばいい。分かったわ。こっちはスナイパーライフルだ。顔を狙わなくても一発で相手は仕留められる。よし、次だ。トラックがあるけど。少しぐらい休ませてくださいよ。6時間も運転しっぱなしだ。俺の知ったことじゃない。とっとと荷下ろせ。長時間労働かわいそうに。かわいそうだな。俺の知ったことじゃない。きっとこの兵士も長時間労働だ。怯えているわ。このトラックの運転手は一般人だから絶対傷つけてはダメだ。分かったわ。この酒樽、今通っていくこのルートを通れば気づかれずに近くまで来れる。今ここには敵が2人、兵士が2人いるわけだ。ここに1人、そして右にもう1人いたわ。気づかれずに倒すことはかなり難しいから、まあとりあえず1人無防備なところに目の前にパッと現れて、そして適当に撃つんだ。まあアーマーをつけてるから多少食らっても大丈夫だろう。奇襲攻撃をかけるということね。その通りだ。さあ行くぜ。行くぞ。よし。さあ右のやつに気づかれたか。気づかれたかな。まあ気づかれるんだが大概気づいているようだ。走ってきたわ。よし、ジグザグ戦法で撃つ。これが一番簡単なやり方さ。慣れていなくてもできるはず。なるほど。照準は動かさないんだ。まあ多少は動かしているが、だいたい体の真ん中あたりに当たるような位置に銃を構えておくといいのね。まあそうだな。そしたら多少距離が変わっても敵には当たるはずだ。どんどん近づいてくるわ。まあこんな感じでジグザグ動きながら照準のとこに敵が来たら撃てばいいんだ。分かったわ。ここでも焦っちゃダメね。そうだ、焦らなくても大丈夫。ここにボーナス、007ボーナスがあるからコレクトしようか。分かったわ。なんでそこは日本語に訳さないんだ。一体どうなっているんだMI6 は。まあいい。さあ次の場所には兵士が外に1人、そしてセキュリティルームの中に2人いる。まず外の1人をこの妙なこの噴水みたいなよくわからん建物の向こう側にいるんだ。そうね、噴水ね。こいつを降伏させる。だからこれちょっと失敗して油断するとこうやって、反撃してくる。危なかったな。少し離れるとこうやって反撃されるのね。そうなんだ。だからしっかり相手に隙を見せちゃいけないんだ。そしてこの窓のとこに立っているやつ、こいつも窓の外でぼーっとしていたら気づかれるが、今は気づかれていないからこの方向から頭をゆっくり狙って撃つ。そうするとドアから一人出てくる。そいつはもう出てきた途端に撃っちまえばいいんだ。なるほど。2人いたわけよね。そうだ。それでここにアーマーがあるから取ろうか。もう敵はこの周りにはいない。ここサーチライト回路、これはレーザーで緑の方を切る。緑だけなの？初めてやった時緑を切って成功したのに赤も切ってしまったんだ。何が起こったの？そしたら爆発してダメージを食らった挙句警報が鳴って敵が集まってきた。なんてこと。最悪だ。まあ君はそういう失敗をしないようにな。
分かったわ、007。よし、そろそろこのキャラクターで喋るの疲れてきたが、まあ続けようか。そうね、もう少しよ。もう少しだな。あの向こうに敵がいるやん。いるやん、いるわね。あいつをとりあえずスナイパーライフで撃とうぜ。撃つか。このトンネルを越えていったらな、上から狙ってるやつがいるんだ。ええ、だからそいつからは見つからないようには無理だから、まあ地上を歩いてるそいつだけ倒して、まあ別にそいつもほっといたらいいんだ。なるほど。このトンネルを通ってもう左側のまたトンネルがあるから、そこに向かって駆け抜けていけば別にいいんだが、なるほど。まあこいつ地上のやつ無防備だから倒しておこうか。分かったわ。ポイントにもなるしな、後々。そうなの？そうだ、今回も、誰でも簡単にプラチナメダルを取る方法ということだから、まあとりあえず簡単に倒せる敵は倒そう。ええ。よし、倒した。すごい威力ね。そうだ。じゃあ走っていく。あ、ここにタンクがあるだろ、今目の前に。ええ、左側に見えたわね。そのタンクの近くに敵がいるときに、タンクを破壊してもいい。それでも倒せる。ナイトシェードと極秘任務のエージェントが城の書斎であなたと合流することになってるわ。くれぐれも目立たないように行動するのよ。あら、007、タキシードに着替えたのね。さあ、今からパーティーに潜入よ。僕お得意の早着替えさ。彼がドレイクだな。任務中の2人のエージェントと合流せよ。そのうちの1人は私ね。そうだ、君だな。そしてもう一人が極秘任務のエージェントとやらが誰のことか。007、客に銃を見られたら騒ぎになるわよ。目立たないよう武器は隠しなさい。銃は隠しているけどシャドーボクシングは隠さなくていいの？ 007。まあそこはご愛嬌さ。こんにちは。こんにちは。待ち合わせしてるの？今待ち合わせをしていた女性、あれは説明書にあった林真紀子じゃないのかい？日本人なの？そんな気がするよ。すごい格好で待ち合わせをしているのね。本当だな。素敵な眺めでしょ？よし、僕も喋ろう。確かにボンドも喋るのね。喋るのよ。こいつはこのごっつい男は説明書にあるな、ルークだ。アーミテージ・ルーク。強そうな男だな。物腰は丁寧だ、今のところはな。ちなみにこれを繰り返してると他にもパーティーを楽しんでくださいとか言われるよ。そうなの？まあそんな知識はどうでもいいが、こいつらは？それに比べてこいつらは口調が乱暴なんだよ。なんて失礼なの。パパーティーの客に向かって。本当だよ。そしてこの男性客たちはみんな同じ顔なんだ。どういうことだこれは。ゾイ、教えてくれ。私にもわからないわ。よし、ここからならいろいろ見渡せるな。パーティーが一望できる。本当だわ。どれどれ、覗きどうぞ。怪しいわよ、ジェームズ・ボンド。今宵はご来場誠にありがとうございます。皆様の寄付によって世界難民基金は成功を収めます。あれはうん、いいアングルだ。最後にもう一度ここまでお越しいただいた皆さんに心から感謝いたします。ではサロンの方でカクテルをお楽しみください。ドレイク、一体何を考えてるのかしら。私には仕事がある。代わりにお客様のおもてなしを。そんなことよりこれじゃあ私は盗撮魔じゃないか。そうね。どうしてくれるんだゾイ。ドレイクもあなたに気がついたようね。ドレイク？ドミニクだ。ドミニクなんてこと言うんだ。私はそんなミスはしない。間違えちゃった。さっさと降りるぞ。この先にゾイ、君もいるんだな。そうね。ここだ、待ち合わせの場所だ。ジェームズ。ドミニク。ちょっと何をしているの？君が極秘任務のエージェント？極秘ってほどでもなかったけど。極秘任務のエージェントは君だったのか。情報
交換のお邪魔をして申し訳ないんだけど、007。なんでここで出てくるんだ。 CIA のナイトシェイドよ。もうフランス対外治安総局のドミニク・パラディ。メイヒューが誘導装置を持って到着したわ。ドレイクは会議室に向かってる。おそらくメイヒューと会うつもりよ。さあジェームズ、このキーを持って行って。怪しまれないうちに私はパーティーに戻るわ。ゾイ、君ってやつは。 MI6 は取引現場の写真を欲しがって任せて。あなたが会議室へ行くまで私が奴らの注意を引きつけておく。ところでそのドレスも官給品なのかな。妙なことを考えない方がいいわよ。このドレスには武器が仕込んであるの。どれどれ、その武器を拝ませてもらおうかな。もうただのエロ親父ねジェームズ・ボンド。さて007、ドレイクの手下の妨害にあってもあらゆる手段を講じてドレイクとメイヒューのところへ行くのよ。あらゆる手段を講じて、なんてざっくりとした指示なの。とにかく行けっていうことだな。分かってるよ、そんなことは。どこへ行けばいいのかしら。ここを通るんだが、手下がいっぱい出てくるな。まあこいつらは雑魚だから左右に動きながら撃てばいいんだよ。結構突進していってもあんまり食らわないんだよ。そうなの？ああ、あいつらはまあ武器の性能も良くないのかもしれないが、そもそも弱い。そうなの。そういえばさっきから全然食らってないわね。そうだな。まあそれは当たってないんだが、まあとにかくこのジグザグ戦法でやろう、これなら慣れてなくてもできるはずだ。ええ、私にもできそうだわ。あ、いや君は相当な腕前だったはずだがゾーイのふりして喋っているきなこにとってはこういうのは苦手なのよ。そうか。たくさんいるのね。ああ、同じ顔のやつがいっぱいいる。同じ顔なの。ああ、それは奇妙ね。ここが一番奇妙だ。まあもしかしたらドレイクは同じ顔のやつしか雇わないのかもしれない不思議だ。そうね。よし、倒したぞ。こいつらの銃手に入れたぜ。愛用のウォルフラムはもう弾切れ寸前だからな。こいつらの空論を使おうぞ。ええ、分かったわ。この扉を開けたら3人ほど出てくるんだが、まあこの階段のとこで撃つ必要はない。まああんまり当たらない。なるほど、だからこう下がってドアから出てくるところを迎え撃てばいい。なるほどね。まるでモグラ叩きだ。本当だわ。一人ずつ出てくるのね。こいつら弱い。何発か食らっているが、ほとんど体力は削られていない。本当だわ。よし、階段を登るぞ。ええ、って君は一緒に来ているわけではないんだが、まあいいか。一緒に来ているつもりで行くわ。よし、この階段を降りるとボーナスが007ボーナスがあるんだ。暖炉の前にあるのね。あったかい。よし、そして戻る。このドアは開かない。よしここら辺の絵は高いのかな。よし、そしてこの扉だ。先ほど出てきたドアのすぐ右横にあったドアだ。だからボーナスを集める目的がなければスッスッとこう通れるわけだ。なるほど。シークレットミーティングをスパイせよ。私お得意の覗きさ。なるほどね。ミーティング中の写真が欲しいんだよ。さっき君にも言ったと思うがな。それを撮影するわけだ。お待たせしました。これがアメリカから盗んだ誘導装置です。世界制覇に向けてまた一歩前進ですな。世界制覇？スタッフはかなり時間の節約になったよ。どういうつもりなんだ。残りの計画もこの調子でお願いする。お任せください。攻撃チームの訓練も順調に。手を離してちょうだい。廊下をうろついていました。化粧室を探してたのよ。ピッキングの道具と銃を持ってました。ゾーイ、治安が悪いと聞いてたから。どんな言い訳なの？もし日本で秘密が漏れたら全て君の責任だぞメイヒ
しっかり保管しろ。きっと仲間がいる。城を封鎖しろ。今すぐだ。ケーブルカーステーションに連れて行け。尋問の様子で客を怯えさせてはまずい。尋問って今日は何のパーティーなの？君これはなんてね。全て演技なのかい？そうよ。わざと捕まったってことかい？そうよ。こうして奴らの気を引くのよ。あ、これが君の任せてって言ってた作戦なのかい？そうなのよ。ああ、大丈夫なのか？心配だが。それはあなた次第ね。そうか。まあ私も仕事をさっさと片付ける。ここに兵士が2人いる。ええ。こいつらにはわざと一発撃って気づかせるんだ。そしてわざと的になるようにこう体をさらけ出しておく。今の位置で。そして何発か撃たせるんだ。まだ隠れちゃいけない。そう、今撃ったな。撃ったから隠れる。そして頭がギリギリ見える位置に来る。今みたいにな。そしてマイクロカメラで見てみると、なんと銃がちょうど見えてないから撃ってこないんだ。なるほど。だからゆっくり頭に照準を合わせられるってわけだ。つまり相手はこっちを見ているのにこっちを攻撃できないのね。そうなんだよ。そして動けない。ここが肝心で、さっさと隠れると向こうの方に走っていってしまう可能性が結構高い。なるほど。まあ同じように今やったようにやっても隠れる場合もあるんだが、その可能性は低い。成功率は高いんだが、ああやってわざと最初体をさらけ出すとな。ええ。すごい手を思いついたのね。次はここにスタングレネードを投げる。眩しいわ。そして降りていってこの2人を殴って気絶させるんだ。ここはある程度手早くやらなければいけない。分かったわ。まあもし失敗したらわざとやられて、さっきの会議のところからリスタートだからやり直せばいいんだ。分かったわ。決してリスタートしちゃいけない。リスタートしたら最初パラシュートから降りる城の外から始まってしまうから。一番最初に戻ってしまうのね。そうだ、そこは気をつけろ。だからわざとやられるんだ。分かったわ。そしてここは変なやり方だが、スタナーで出てくる敵をビリビリしびれさす。ドア越しにしびれさせているの。ドア越しでもこれ成功するんだ。なるほど。そしてもう一人、ここからは2人、まあ弱いやつが出てくる。こいつらもしびれさせればいいのさ。悶絶しているわ。なんだか足がチラチラ見えているけれども、これでいいのね。いいんだ。この城には不思議なことがいっぱい起こるんだ。通り抜けようとしているわ。なんだか怖いわ。間抜けなやつらだ。よし、これでドア越しに2人を片付けたわけだ。そして殴って気絶させておく。さあここ上がるんだ。ええ。何かしらあれは。ここはセキュリティルームだな。このパネルを開いてレーザーで壊す。そしてここでちょっとドアが開くんだが、ドアの中から見えないように隠れておいて中を様子を覗くと、誰かがいるのね。2人警備員がいる。だがこうやってうまくやれば気づかれないことがかなり多い。かなりの確率で気づかれない。もし気づかれたとしてもスタングレネードを投げ込んで、なるほど、倒せばいい。相手はまだ気づいていないの？ドアが勝手に開いたというのに。気づいていないんだ。さあこの2人、一体なぜ入り口に背中を向けてモニターを凝視しているんだ。まあとにかくこうやってサイレンサーをつけて1人撃てば鮮やかね。そしたらなぜか横で撃たれたのに気づいていない。嘘でしょ。金庫を凝視しているわ。一体どうなっているんだ。これが私の腕ということかな。よっぽど何も聞こえていないのね。そうだな。まあ何度も言うが、気づかれたとしてもスタングレネードを部屋の中に投げ込めばいい。分かったわ。さあこの金庫だが、どうやって開けるの？そうだな、このレーザーで蝶つがいを焼き切ろうか。なぜかここを焼き切るのね。そうだ、なぜかこんなことで取れるんだよ。まあこのレーザーの威力はすごいが、このレーザーを警備員のやつらに向けて発射してみても何にも反応がないんだが、これはどういうことだゾイ？
私にもわからないわ。そうか。そういう仕様じゃないんじゃないかしら。このドアを開けてスタングレネードを投げ込む。あのドアの中には2人またスーツ姿のやつがいるんだが、これでこの2人はおしまいさ。ただスタングレネードで1人しかこう目がくらまない場合があるんだ。だから銃を持ったまま中に入って警戒しながら入った方がいい。無防備に入ると1人が撃ってくる可能性がある。注意を怠ってはいけないのね。でここが肝心だ。この扉の先からだいたい 2,3 人出てくる。でそいつらは出てきたな。防具をつけてるから、そして銃もちょっと強いんだよ。なるほど。だからこの距離で食らってしまえばかなりの致命傷を負うことになる。だからここは注意が必要だ。そうね。今1人出てきたな。軽く倒した。そしてこの次何人か出てくる可能性が高いんだが、不安があればこうやってこの位置からドアを閉めればいい。ドアを閉めればいいのね。今パタパタドアがこう閉じたな。これは私がやっているんだ。そうなの。なんだか勝手に開け閉めしているように見えたけど、何か手が見えたわ。これが私の能力なんだ。とにかく今こいつを気絶させたな。なぜ扉を閉めるといいかというと、扉の前に行くと、向こうから開こうとしても私が邪魔になって開けないんだよ。そうなの。あいつらはなぜかそんなことがわからない。押してダメなら引いたらいいということがわからないみたいだ。間抜けね。だから扉の前に安全に行きたければとりあえず閉めて、そして行ってさっきみたいに殴ればいいのさ。分かったわ。落ち着いてドアを閉めればいいのね。そういうことだ。どうも出てこないみたいだな。そうね。外から声は聞こえるんだけど。今回は珍しく一人だったようだな。カメラで確認してもいないな。よし。そうね。ちなみに今パカッと開けたのも私だ。なるほど。カメラを見ながらでも開けられるんだ。不思議な力を持っているのね。私はボンド、ジェームズ・ボンドだ。それ何度も聞いたわ。よし。スタナーで開け閉めしているの？いやスタナーを持ちながら今の扉を開けて、その先に敵がいる場合もあるんだ。なるほどね。声が聞こえたわ。声が聞こえているから、ちょっと私は今のところから一人しか出てこなかったから警戒しているんだが、一人だったんだろう。そうね。よし、ゾイ、君のところにやっと来たぞ。君はもうケーブルカーに乗って準備をしているのかい？そうね。そうなんじゃないかと。それはあなたの方が詳しいんじゃないかしら。分かった。ただ私にはもう少しやることがある。もう一つの007ボーナスを集めたいんだ。このドアから2人出てくる。場合によってはこのドアの中には3人いるんだが、ほとんどの場合ここから2人出てくる。それをこうやって倒せばいい。分かったわ。同じ方法だ。この時ドアは閉めるの？この時はもう1人いて今閉まらないんだ。なるほどね。ドアの裏に1人隠れているわけだ。分かったわ。だが全然出てこない。私のスタナーに恐れをなしたな。そうね。なんて強力なスタナーなんだ。早く出てきてくれ。君にはもう降伏する以外の道はない。出てきた。こんな時に殴ってきたわ。ちょっと油断をしてスタナーをしまってしまったからな。君たちも油断は禁物だ。そうね。よし、もう出てこないと思うが、それにしても寒いな。そうね。もうちょっとあったかい服はなかったのかい、Q。お城の中はきっと暖かかったんだわ。贅沢を言うな、007。誰なの？一体あなた誰なの？
誰の真似をしているの？ Q、君ちょっと声が変わったんじゃないか。もうコメントのしようがないわ。よし、中には誰もいないみたいだ。ここに007ボーナスがある。あったわ。これで全部集めた。まあ全部集める必要はなかったんだが、まあな、全部取る方法をこうやっていただけるものは全部いただきましょう。そうだな、それがいい。さあジェームズ・ボンド行くわよ。ゾーイ、ここにいたのか。ええ。よし、ガラスを割ろう。なんでそんなことをするの？寒いわ007。ヘリコプターが飛んでくるんだよ。私にはそれが分かっているんだ。なんでヘリコプターが飛んでくるからって窓を割らなくちゃいけないの？それはもちろん迎撃するからだよ。そういうこと。そういうことだ。捕まえたぞ。あいつだわ。あいつだ、アーミテージ・ルーク。怖い顔をしているな。しつこい男ね。何？誘導弾だ。何なのこれは。撃った後に操れる。すごい爆弾ね。この位置から撃てばいいんだが、この時にしっかりしゃがんで窓の際にこう寄っておくことだ。そうじゃないと誘導弾を撃っている間に相当食らって死んでしまう。なるほどね。だからそれは気をつけなければ。喋っていたら空振ってしまった。ヘリコプターどこだ。一発無駄にしてしまった。よしよし、まだか。しつこい相手ね。これでよし、倒したぞ。ミッションコンプリートよ。今回は少し苦労したな、ゾイ。そうね。危ない。捕まれゾイ。その言葉待ってたわよ。その言葉待ってたわよ。見事な着地だけど、なぜいつもあなたが上になってるの？すまん、重心が高いもんで。どういうこと？背中が冷たいわ。アメリカンジョークだな、きっと。私にもわからん。ともかくドレイクの城はミッションクリアね。はい、プラチナメダル取りました。ちょっと詳細を出すの忘れました。すいません。よし、まあどうだな、今回も誰でも簡単にできる方法だったでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。よろしくお願いします。